え方がベースでないと、はい、できない理由ばっか並べるんで、あやらないっていう選択肢したわけですね。だから IQ はやっぱり結構 AI に置き換えられる。完璧に崩壊します。こんにちは、オンジです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、そして育成術など役に立つような動画を配信しております。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日は何でしょう？こんにちは、社長。今僕、ちょうど30代にも入って、会社の立場で言うと管理職にゆくゆくなっていくんだろうなっていう風な立場なんですけど、なんかその、モン社長が考える管理職における最適な人材ってこういう人だよね、みたいな、なんかこう理想像っていうか、はい、こういう人がいいんじゃないかっていうのがあれば、ちょっと僕もそういう立場にこれからなっていくと思うんで、ここだけはぜひ聞いておきたいなと思ってるんですけど。そうですね。なんかシンプルに言ったら、はい、人を動かせる人が一番いいと思いますよね。人を動かせる人。はい。なんか協力してもらえるとか、応援してもらえるとか、人たらしいみたいな。人たらしい。は一番いいと思いますよね。人たらしはでも、生まれ持った性格というか、じゃないんですか。なろうとしてなれるものなのかなっていう疑問もあるんですけど。ああ、なるほど。なんか、それは物事の考え方の多分ベースがあると思って、はい、全ての物事ってできるかできないかじゃないんですよね。まずはやるかやらないかなんですよ。ほとんどのことはそうですよね。例えば本気でやろうと思ったら、はい、学習して、練習して、自分の時間を全てそこに突っ込んだら多分できますよ。人たらしにもなれる。だから究極はやるかやらないかなんだっていう考え方がベースにないと、はい、できない理由ばっか並べるんで。だからできるかできないかじゃなくて、やるかやらないかで、そのやるという選択を自分がするかしないかだけなんです。と言って、だから100のことをじゃあ全部できる方はできないんで、はい、だから100のうち、じゃあこれ1個だけでも絶対やろうと思って、選択するかしないかだけの話。だから全ての出来事は、そう、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかで、はい、本気でやろうと思って、自分のそのリソース全部突っ込んだら多分できますよ。僕でも。だからそれは選択をするかしないかだけ。っていう考え方がベースにないと、はい、全部、俺にはできないんじゃないかってみんな考えちゃうんで、そっか。諦める理由とかできない理由を作り出しちゃうことになるんで、基本はそう考えた方がいいですよね。やるという選択肢をするかしないかだけの話だから。いや、そこに俺の人生の全部突っ込めないなとか、いや、俺にそこの大事な時間突っ込めないなと思ったら当然できないですよ。ただそれだけ。やらないという選択肢したわけですよね。なるほど。まずはやるかやらないか。他には何かありますかね？二つ目はやっぱ問題解決能力とかってなんかよくこうね、言われますけど、僕は管理者とか経営者はやっぱり本当は問題発見能力の方が重要だと思うんですけどね。問題発見能力。うまいですね。もちろん問題解決もしていかなきゃいけないんですけど、多分これからも含めて、それこそね、AI だなんだかんだとかってよく言ってますけど、問題解決能力はやっぱね、それこそじゃあチャット GPT とか、生成 AI とか絶対優秀ですよ。確かにそれで補えそうですね。問題が明確だったら、絶対にそっちの方が優秀だと思うんですよ。これからもっとなっていくと思うんですね。だから IQ はやっぱり結構 AI に置き換えられる。IQ が高い人は、逆に AI を扱える人とかじゃないと価値を発揮しづらくなると思うんですよね。普通に考えてたらやっぱりその IQ だけ高い人は、AI があるから別にお前いらないみたいな話になりかねないと思うんですよ。確かにそうですよね。だとしたらやっぱ問題を発見できる能力を持つ方が、だってそれこそチャット GPT にこれを教えてって言ったら教えてくれるわけですよ。例えばでもこれ教えてのこれが分かんなかったら当然答えようもないわけじゃないですか。今だったらね。やっぱ問題を発見できる人の方が確かに、なるほど、問題が発見できる人、問題発見能力を育むためには何かこう有効な練習方法とかってありますか？そうですね。それはよく言うなぜっていうのを常に考える話ですよね。例えばですけど、僕は結構ひねくれてるんで昔から、前も話したかもしれないですけど、小学校の時とかの思い出は国語の問題とかすごい納得いかなかったんですよ。納得いかない。算数だったら 1+1 は2、これは正解。方程式があるから分かるじゃないですか。理系とか多分そうかもしれないですけど、でも国語ってこの問題の答えって一つじゃなくないみたいな。この解釈って
A も B も C もできないみたいな。だとしたら解釈 A だと思ったらこの答えで正解だけど、解釈を C だと捉えたらこれ外れじゃねみたいなひねくれてたわけですよ。だから先生にそういうことを言っちゃう子だったわけですよ。だって×ってされたけどこれってこう解釈したら丸じゃないですかみたいな。先生の価値観で丸×決められるのおかしくないですかみたいに言っちゃう感じだったんですよ。とてつもないですね。でも普通の人は先生から×って言われたら間違ってたっつって、なってるわけじゃないですか。こういう系は発見できないですよね。そもそもなんか問いが来た時にそれってそもそも問題ですかみたいな疑問から入るわけですよ。なるほど。なんか例えば世の中の日々テレビとかニュースで、こんな事件がありました、もしくはなんかこんなことが起こってますって言った時にすごいもうこの世の終わりみたいな発信してるけど、そもそも本当にそんなことなんのみたいな、何言ってんのこの人みたいなでやっぱ疑問を持つってのは大事ですよね。なるほど。だから一つの物事に関してもなぜこうなってるのか、この人はなぜこういうことを言っているのか、でなぜこれが×とされたのか、なぜこれが丸とされたのか、なぜ褒められたのか、なぜ怒られたのか、全部なぜなぜですよ。全てにおいてに疑問を持つみたいな。嫌なやつになると言ってないです。だけどシンプルに普通になんでこうなってんだろうなって考えるのを繰り返していくと、目的思考だったら大丈夫です。目的思考、よくあるビジネスの仕事でもよくあるんですけど、例えばうちだったらお客様が喜んでもらう、そして円滑に仕事が終わる、こういうことを目的として引っ越しやってます。例えばそのプロセスの中でじゃあこの目的のためにお客様にこういう項目を聞きましょう、みたいなことってよくあるんですよ。でそれは正しいじゃないですか。この目的を達成するためにこういう質問をしましょうなんですね。これがいつの間にか気づくと、この質問をしなければならない、この回答をもらわなければならないって言って、この質問がドワーって増えていくわけですよ。いや、あるあるですねそれ。そしたらお客様、なんでそんなことまで聞かれなきゃいけない、これに答えてる時間めんどくさいんですけどとかなったりするわけですよ。業務も質問 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とかってオペレーション負荷かかるじゃないですか。円滑にするためじゃなかったみたいな。でこういう時にそもそも目的これじゃねえのって考えられないと、これ無駄じゃないとか、これ今いらなくないとか、この質問統合できないとか、この質問こうやったらもっと良くなるんじゃないって発想にならないんですよ。やることが目的です。だからとにかくなぜって全部考える、疑問を持つっていうことが多分重要で、で常になぜの延長ですけど、これをやってる目的何なんだろうな、これ何のためにやってんだっけとか、目的をしっかり考えられる、そういうことでやっぱ本質の課題が見えてくる、問題が見えてくると多分思うんですよ。そうですね、だから多分普通の人が言う問題がよく考えたら問題じゃないことが結構あるんですよ。わかりますそれ。社長大変なこと起こりました、こんな問題起こってます、ちょっと説明して、これしかしこれどうでもよくないみたいなそれ問題じゃないじゃん別にみたいなことも結構あるし、何が問題なの、どうして問題なのとかって聞いていくと、いや問題じゃないですねこれねみたいな、そもそもからやっぱ考え直す。だからもう言ってる通りですよ。一旦疑問を持ってみようと、全てにおいてなぜっていう風に全部考えろって、でそのベースにあるのはこれ何が目的なのか、何のためにやってるのかっていうのがやっぱ中心にあって、でそこに対してなぜこうなってるのか、なぜああなってるのかとかっていうのをなぜ攻撃、自分にするだけですよ。なるほどですね、ありがとうございます。いやでもすごく有益な情報を聞きましたね。人たらしであるべき、人たらしであることと、問題発見能力が高い人。ありがとうございます。さっき森社長から人たらしって言葉出たんですけど、人たらしって僕はなんか真逆の性格っていうか人間だと思ってて、人たらしになりたいな、憧れとかはあるんですけど、なんかそれって日常の中でなんか意識的にこういうことをしていけば人たらしになれるよみたいな、人たらしに近づくための方法みたいなところってありますか？そうですね。人を動かせる人たらしを分解できるとしたら、いつもやっぱ聞き上手。
なんかこう相手への関心を持つみたいな。僕が思うに、この人俺にあんまり関心ねえな、興味関心ないなと思ったら、別にこの人のために何か頑張ろうとか絶対しないじゃないですか。ということは逆に自分に興味関心を持ってくれてるとかって思ってもらう方がいいですよね。だとしたら興味関心を持てばいいし、でそれを分かってもらうんだったら聞き上手がそれはいいと思いますね。聞き上手か。僕全然っすわ。なんか僕も結構喋ってしまいますけど、うわーっと喋ったら気持ちいいのは喋ってる方だけです、大体。聞いてる方は興味関心がある話だったらあーって聞きますけど、興味が微妙だったらなんかずっと喋ってんなこの人みたいな。でも喋った方は聞いてる人がなるほど聞いてたら、こいつは俺の言うことを聞き入れて、なんかすごいこいついいやつだみたいになるんですよ。人間やっぱそういう心理ありますよね。僕もそう思うのはやっぱゼロじゃないですし、結構思いますし、やっぱ聞き上手になった方がいいですね。聞き上手か。で2個目はやっぱポジティブですよね。ポジティブな人の方がついていきたいですよ。ポジティブに振る舞う。これもだから意識的にできます。そうです。練習すればできます。はい。あとはやっぱ感謝の気持ちちゃんと持つことですよね。感謝の気持ち。だからなんか建前上感謝をしようとかじゃなくて、ありがとうって言えばいいとかじゃなくて、やっぱちっちゃいことでもやっぱ感謝の気持ちを持てるように練習した方がいいですよね。なんか僕思うのが、例えばうちはね、奥さんもちょっと子供も多いんで専業主婦やってますけど、例えば家に帰って、夕食が用意されていたとして、この料理食いたくねえな、今日の昼間食ったよなんていう旦那さんはちょっとやばいなと思ってるんですよ。いや、それは確かに役割分担かもしれないと。旦那さんは昼間、家族のためにお金を稼ぐために仕事をして、で奥様は旦那さんができないから例えば家で家事をして子供の教育をしてとか、ある意味役割分担じゃないですか。確かにだから文句を言いたいのかもしれないけど、自分ができないことをやってくれてる、例えばじゃあ奥さんに対して、ちょっと気に入らないからって、この料理かよみたいな顔とか、言葉遣いをする人はなんか最低だなと思うんですよ。だからなんか僕とかは別に昼間カレーライスを食って夜も帰ってみたらカレーライスだとしても文句言わないですよね。逆に作っといてくれてるだけでありがとうじゃないですか。本当にそう思ってるから、やっぱりね、言葉にも出るし、別に不満な顔も出ないし、むしろありがとうの顔でいられるじゃないですか。こういう気持ちを持ってると、やっぱ相手も不快感ないし、むしろ逆に言うと、ありがとうって言ったら大体ありがとうって返ってきますね。この野郎って言ったらこの野郎って返ってくるじゃないですか。それをやっぱりちゃんと演技じゃなくて、ちゃんと持ってるように練習した方がいいなと。で、あとやっぱ正直ですかね。正直者。正直者の方がいいですよね。自己開示というか、結構なんか何でもかんでも普通に正直に喋ってくれる人って、やっぱ安心感あるし、信用がたまりやすいじゃないですか。どちらかというと考え方とか、こう思った、ああ思ったとか、自分はこういう考えなんだとか、なんかそういうなんかポリシー的なところとか、単純にこう感じたこととか、その話を聞いてどう思ってるかとか、あなたに対してどう思ってるかみたいなのを、正直な人の方がいいんです、ね。これもだから正直も意識づけでできますよ、別に。全部練習ですよね。だって思ったことを言うって話だから、正直に、で。これをいやらしくならないように言うことを考えて言うとかって練習していけば、でたまには失敗するかもしれないですけど、まあでもそれを含めて練習していけば、もうできますよ、別に。思ったことを言うとか、こう思ってるっていうことを開示するだけだから、難しいことないじゃないですか。特別なことやれって言ってないですよね。確かに。だからそこで人間性が出ちゃうんで、人間性がダメな人は正直に言っちゃうともう完璧に崩壊しますよ。そうですよね。ありがとうございます。はい。管理職に向いてる人は、やっぱ人を動かせる人たらしな人がいいと思います。強いてもう一つは、問題解決能力よりも問題発見能力だと。この2つがやっぱ高い人が向いてるというかベストじゃないかなと思います。で大前提として、持ってるか持ってないかできるかできないかじゃなくて、これらは究極練習したら皆さん持てる能力だと思いますので、ちょっと頑張ってみてもらえればいい管理職になれるんじゃないでしょうか。この動画が気に入ったらぜひいいねかコメントをお願いいたします。皆さんからいただく
いいねやコメントは励みになっておりますのでよろしくお願いします。